どうもこんにちは。今日はこちらにあるビスポークで仕上がった靴でかなり面白いものがちょうど2足ありますので、これ紹介したいと思います。といってもこの2足制作動画をアップしてたんでしてくれてる方いらっしゃると思います。こちらの2足完成しましたので紹介します。いや非常にね面白くて、僕こういう革靴が大好き、だからこそねこうやって僕にこういったオーダーしていただけるんですけど、先日靴作り世界大会で優勝させていただいたようなああいうドレッシーなエレガントな靴っていうのも本当大好きなんですけど、一方でこういった、今回紹介するようなすごくねどっしりとして手製感満載で革と糸の質感ガツンといくみたいな、そういう靴も大好きで、今回ちょうど2足ありますので紹介します。まず一番手前の靴、こちらはですねビスポークのサンプルです。これ以前僕が2年ぐらい前ですかねに作ったイノシシ革のエプロンダービーでノルベージ製法で作ってあるものですね。このサイドに出ているすくい縫いのノルウィージャンステッチが非常に特徴的です。でこのサンプルをビスポークサンプルとして並べていたところ、このサンプルがいいなと気に入ってくれた方、お客様がこちらの2人の方ですね。このサンプルを見て同じエプロンダービー、そしてノルベージェーゼのモデルでご注文いただきました。こちらがヒグマの皮を使ったノルベージェーゼのエプロンダービー、こちらがイノシシ革を使ったノルベージェーゼのエプロンダービーですね。全部これノルベージェーゼのエプロンダービーなんですが、それぞれかなり仕様が違うので非常に面白いです。自分で作っておきながら言うのもなんなんですが、非常に面白いです。ちょっとねこっちのビスポークサンプルから解説していきます。こちらのビスポークサンプルがですね、イノシシ革、これもともと色はナチュラルだったものをこういった色に染めて作りました。この染めなんですけど、イノシシ革って毛穴と脂肪管非常に特徴的なので、毛穴と脂肪管をベターっと染めちゃわないように、より染めることでその特徴が目立つような感じで染めて作ってます。ただこれ作ってから2年ぐらい経ってるので経年変化だいぶして作った時よりも結構色が濃くなってるような、そんな感じがします。そしてつま先の感じ、ボリューム感としては少しこの靴を作ってた時は若干ポインティー、少しフランス靴っぽいようなイメージで作ってたんですね。なので少しロングノーズ気味でラウンドトーンになってます。スマートなラウンドトーンですね。でもつまみもかで塗ってて、特徴的なノルベージェーゼ、これね本当縫うの大変なんですよ。ビスポークの方の動画でノルベージェーゼステッチ縫ってる動画あるんですけど、糸が本当太くて通すのが大変です。こういうふうにステッチを丸々一周縫ってっていうのが1段目、そしてそれをソールとつなぐのが2段目の糸ですね。そしてさらにそのソールともう一番下のソールをつなぐのがこの3段目の少し細かくなっているステッチです。こういうね3本のステッチが出るっていうのがノルベージェーゼ製法の特徴で、もともと登山靴とかスキー靴とかに使われていたと聞いたことがあります。でデザインとしては、イタリアのクラシックな靴、イギリスにもあるんですけど、そういったクラシックな U チップのスタイルですね。ここに U の字があって、この、トップラインの部分が上と下で、分かれているようなデザインになってます。これなんでここで分かれてるかというと、これもともとハンティングブーツとかのおそらく仕様なので、結構登山靴とかそういう狩猟とかに行く時用のアウトドアなデザインからおそらく来てるので、このブーツになってたんですよね。ここにシャフト、足首の部分があって、でそれって皮が大きくなりすぎちゃって1枚じゃ作れないんですよ。下からね1枚だと作れないことはないんですけど、ちょっと皮の取りとかね、そういう都合上ここで足首の部分で分けたいと。なのでここにラインが入ってるんですよ、切り返しに。
で実際これブーツの場合はここから上切り返した上がすごく長いんですけど、短靴でもその切り返しのラインを残してあるのでかなり短い切り返しになってますね。短靴になるとほとんどこの切り返しのラインというのはもうデザインとかしてるんですけど、実際パターンをね見ていくとこの切り返しのラインが効果を生んでたりもするんですけど、それはまた別の話として、こういったクラシックなデザインがありますと。でこういったデザインは後ろね大抵シームレスヒールになってこの内側で継ぐっていうのがよくありますね。でこういったデザインでビスポークサンプルを作ってました。これと仕様がかなり近いのがこちらですね。こちらの靴も一度納品させていただいて、でちょっとシューツリーが間に合わなかったのでシューツリーの製作のためと、あとこうハーフラバー修理のために一度お返しいただいたものです。で、もう履いていただいているので履きじわなんかも入ってしっかり磨かれてよりちょっと渋みが出てきてるんですが、こちらの靴はアッパーはヒグマの革ですね。ヒグマっていうともちろん北海道に生息してますので、北海道で害獣として駆除された革を靴にしたものです。ヒグマの特徴は、イノシシガと同じように毛穴、そしてイノシシガよりもより深い丸みのある脂肪感というかつぶつぶしたような深い脂肪ですね。この革何とも言えぬ迫力がありますよね。片押しとか牛の脂肪皮とはまたね違った雰囲気があります。かなりワイルドな感じですね。でこちらの靴は見てて分かるようにかなりポインティーなんですよ。ちょっとフランス靴っぽいイメージ、木型、そしてデザインについどっしりとした底付けをするというね、そういう相反する要素を一つの靴に盛り込む、そのバランス感を楽しむような靴です。僕そういうのが本当に大好きなんですよ。でそういったオーダーをいただきましたので、ちょっとこのビスポークサンプルからライン、もちろん木型がねお客さんの足に合わせて違うっていうのもあるんですけど、こういった U のライン取りだったり羽の形状、アイレット数も1個減らして4になってたりとかしますね。で、黒い革なのでそれに合わせてオールブラックのノルベージ製法です。オールブラックのノルベージ製法はナンバー8ブラックベアダービーでやりました。ノルベージ製法、やはりこのサンプルのように白いステッチでもね糸をガツンと目立たせていくっていうのもすごくかっこいいんですが、あえて目立たせずに黒く染めて潰してしまう。ただ普通のハンドソンウェルテッド製法とはもう明らかに見た目の違うどっしり感があるっていうのが面白い仕上げだなと思いますね。ブラックノルベージェーゼです。でこちらも同じようにシームレスヒールで内側列であります。でまたですね、これめちゃくちゃアッパーステッチ細かくてですね、ここの部分ね細い糸でトリプルステッチでやってます。ヒグマの皮の表情に埋もれてすごく縫うのも難しかったですし、出来上がった時にあまり見えないんですが、それがねお客さんいいとおっしゃっていただきまして、これやってるのになんかやってないようにパッと見は見えちゃうみたいな、このブラックノルベージェでも同じだと思うんですが、すごくね手の込んだことやってるのに、自分にしかわからないねみたいな、そういうのがねまたいいところですよね。モカ縫いもかなり細かめに縫ってます。そしてもう一足こちらですね。こちらイノシシ革の色はキャメルの革で作ったものです。こっちはナチュラルの革を染めてるんですが、これは先染め、タンナーで染められた色です。今機種の、ラインナップにこのキャメルありますので、 MTO でもビスポークでも選ぶことができます。いい色合いですよね。オレンジがかっててかなり軽快なカジュアルな感じ。こういうエプロンダービーなんかにも抜群に合いますよね。そしてこの靴の特徴、非常に面白いですよ。まずエプロン部分、ここはチェーンステッチになってますね。ナンバー16のバファローズエプロンでこのモカ縫いの外側だけをチェーンステッチにするというのをやったんですが、それと同じ仕様になっています。この缶止め部分のチェーンステッチです。そしてこの辺はダブルステッチで縫って同じくシームレスヒール。さらに
この靴内側ここついてます。なんかボコボコしてますよね。これシャドウステッチといって裏から、手縫いするんですが、革の厚みの中を糸を通していくので表側には糸は見えてこないという仕様です。そしてなんといってもこの靴の一番の特徴はソールですね。トリプルソールになってます。トリプルソール、トリプルウェルトっていうんですかね。トリプルウェルトじゃないか。クワッドウェルト。クワトロウェルトですかね。イギリスのグレンソンのトリプルウェルトっていうモデルとか、ジェーム・ウェストンの、トリプルソールというモデルがあるんですが、それはグッドイヤーの、出し縫いを2段かけるというもので、ソールにすごく、ボリューム出るんですよ。で、これも同じことなんですが、これノルベジェーゼでやってます。どういうことが起きるかというと、トリプルウェルトやトリプルソールっていうと、ここの、僕がこの示しているこの糸と一番下、ここの2段になるんですね。普通ハンドソンウェルトっていうのはこの最後の1段だけです。トリプルウェルトとかトリプルソールだとここが2段になるんですよ。なんですが、これノルベジェーゼ製法なので、さらにアッパーとソールをつなぐ糸っていうのがもう一段あります。さらにノルベジ製法なので、アッパーのすくい抜いて糸まで外に見えてきてるんですよね。この一番上です。なのでこれ糸4段縫ってるんですよ。恐ろしいですよね。自分でやりながら恐ろしいことやってるなと思ってました。これ一番最後の段は糸白くないんですけど、これは縫ってます。茶色く染めてコバと一体化させてます。なのですくい縫い、これ出し縫いの1回目です。これはアッパーとミッドソールを縫ってます。でその次に出し縫いの2回目というのがあります。これはミッドソールともう1枚のミッドソールを縫っています。そして最後に出し縫い3回目ですね。2枚目のミッドソールと最後アウトソールをまとめて縫っている。それぞれ革を1枚と1枚を縫い合わせる縫いなんですけど、それを3回やることでソールが123とアウトソール、ミッドソール、ミッドソールというトリプルソールになっています。それを360度全周やるというね、かなり狂気的な仕様の靴になってます。この何ですかね、クワトロウェルトっていうか、この4つの縫いが見えてくるノルベージ製法って多分ね、世界にはやったことある方はいらっしゃると思うんですけど、ほぼほぼ見たことがないので、もう自分でやりながらどうなっちゃうんだろうなって思いながらやってたんですけど、しっかりね形になってまとまってくれて、すごくね今見てるだけでも楽しいです。どうしてもやっぱりこれ重ねれば重ねるほどコバの張り出しが広くなります。というかこれやろうと思えば永遠にできます。4段5段6段7段とねどんどんできます。ただそれによってコバ幅がこの縫い目の分どんどん広がっていきますし、ソールが今トリプルソールですけど、この次クワッドソールになって、その次なんですかね、フィフなんかわかんないですけどっていうふうにはいくらでもできるんですけど、どんどん履けなくはなってくるので、一回どこまでできるか挑戦はしてみたいくはありますけどね。ただこの靴トリプルソールやっぱ分厚くなっちゃうので、ミッドソール通常よりも薄めのを使うことで、トリプルソールなんですけどソール自体の厚みはそんなに厚くないようになってますといった靴ですね。非常に面白い仕様です。このノルベージ製法のこのサンプル作った時には僕本当にこういうのが好きで、とにかくちょっと形にしてみたくて作ってみたんですよ。こういうノルベの靴ってかなり主張しちゃうので、やっぱり注文はしにくいですよね。こちらの今回紹介したヒグマのノルベジェーゼと、こちらのイノシシ側のトリプルノルベジェーゼ、オーダーいただいた方お二方は結構ビスポークオーダーの経験もあって、かなり靴に対する思いが熱い方々なので、こういったオーダーをねさせていただきまして、非常にこういうのを作るともちろん、自分の楽しみでもありますし、一つ新しいことができることによって経験にもなって自信につながったと思います。こうして並べてみると同じね、プロンダービーノルベージェーゼといっても本当にもう全く別な靴に仕上がっているので、本当にこういう、手製で少しずつの違いを積み重ねて出していくみたいなのって本当に面白いなと思いますね。もちろんこういう特殊なオーダーしていただく方はごく稀にいらっしゃるんですけど、多くの方は
エレガントに仕上げたドレスシューズをオーダーいただいてまして、もちろんそれも大歓迎です。ただこういうちょっと変わったものもお答えして作ることができますよということをぜひね知っておいていただきたいです。というのもですね、ビスポークシューズの醍醐味というのはもちろん足に合っていること、そして自分の好みのデザインが手に入ること、自分の気に入った革を使うことができるとか、そういうオーダーものならではの楽しみ方ってあるんですけど、個人的には一番このビスポークで大事なものっていうのは、このお客さんと制作者が密に話し合って、その話し合う中で生まれていく作品を楽しむことなのかなって思うんですね。足型に沿わせることとか革を選ぶことっていうのは、極論言ってしまえばその人じゃなくてもいいのかもしれないんですよ。ただこの人に作ってもらう、そしてこの人が履く、この人の好みとかスタイルがあるっていう、そこが合わせることによって世界に一つだけの本当に唯一無二なものが、靴が、作品が生まれると思うので、そういったところをね、やっぱり金額も高いですし、納期も長いですし、本当に難儀な製品なんですが、そういう逆行するような便利じゃない部分だからこそ生まれる唯一無二性をね楽しんでもらえたらなと思います。それではまたこんな感じで作品紹介していければと思います。ありがとうございました。